こんにちは、ルイカと申します。前回はこんな感じのボールを転がして遊んでいましたので、今回は真面目に Excel のお話をいたします。いろいろなファイルをもとに差し込み印刷をする方法をご紹介いたします。厳密な意味での差し込み印刷とは少し違うかもしれませんので、必ず元のワードで差し込み印刷しなければならないとか、元の PDF ファイルに文字を埋め込まなければならないという場合には使えませんが、PDF ファイルなどのレイアウトを元にして文字が入った状態で印刷できれば良い場合は、今回の方法で簡単に差し込み印刷のようにすることができます。印刷だけでなく、レイアウトに文字を入れた状態で PDF として保存もできますので、ぜひ最後までご覧くださいね。もしお役に立ちそうでしたら、高評価やコメント、チャンネル登録などしていただけますと、とても嬉しいです。では始めましょう。レイアウトはこちらの PDF ファイルを使用し、差し込むデータはこちらのデータで解説いたします。新規に Excel を立ち上げるか、シートを作成したら、まずは印刷範囲の設定をしましょう。ページレイアウトの余白、ユーザー設定の余白を開き、これらの値を全部0にしてしまいます。シートに戻ると、開ページの位置に点線が出ていますので、1ページ目の範囲を選択して、ページレイアウトの印刷範囲の設定です。開ページプレビューで見てみますと、1ページ目だけが印刷対象になっています。なるべく用紙いっぱいまで使いたいので、列幅を広げてみて、ギリギリ1ページに収まる範囲に調整しましょう。ページの範囲ができましたので、次に PDF の内容をこちらに画像として貼り付けます。PDF の内容を画像として Excel に貼り付ける一番簡単な方法は、画面のスクリーンショットを撮ることです。印刷したい範囲の全体が表示されている状態で、Windows キーと Shift キーを押しながら S ボタンです。この暗くなった状態で、画像として取り込みたい範囲の左上から右下までドラッグ。これでコピーされましたので、Excel の方を表示して、Ctrl と V、または右クリックの貼り付けで貼り付けます。実際に印刷してみて、ぼやけたりしなければこれで良いのですが、もし画質がいまいちな場合は、PDF のスナップショットを撮りましょう。アクロバットリーダーもデザインが変わっているようなのですが、以前の形ですと、編集、環境設定を開き、一般の中のスナップショットツール画像に固定解像度を使用にチェックをつけます。そしてこちらで数字を指定しますが、普通の用途であれば300もあれば十分です。300を指定して OK。そしてコントロールキーを押しながらマウスホイールを回して全体が表示されるようにしましたら、編集、詳細、スナップショットです。帳票の適当なところをクリックすると、このようにコピーされます。ちなみに新しいアクロバットリーダーですと、こちらのメニューから環境設定、一般の中に解像度の指定があります。スナップショットはメニューの元に戻す、やり直しなどの中にスナップショットがあります。全体をスナップショットで撮りましたら、Excel に貼り付けです。大きすぎたようです。大きい画像を小さくするときに画像の右下を選択してドラッグするのは大変ですので、一旦小さい値で長さを直接指定しましょう。そしてページいっぱいまで広げます。Alt キーを押しながら図形のサイズを変えると、セルの単位で動くので便利です。これでレイアウトとなる枠ができましたので、この Excel と元になる PDF を実際に印刷して、用紙の中の枠の位置が同じか確認をします。ずれている場合は、画像の位置やシートの余白を調整して、PDF を印刷したものと同じになるようにしてください。もし余計な線などがある場合は、トリミングで削除しておきましょう。レイアウトができましたので、次にデータです。元になるデータをコピーして、少し上を開けて、この辺りに貼り付けます。もし貼り付けたことで印刷範囲がずれた場合は、範囲を再調整してください。そして、こちらに、レイアウトに表示する分のデータを作ります。タイトル行と、とりあえず1行目をコピー、貼り付けます。
では、この行の内容をこちらのレイアウトに載せていきます。データをレイアウトに載せるのはテキストボックスを使います。テキストボックスで範囲を指定。通常はこのボックスの中に値を入れますが、数式バーでセル参照をすることもできます。こちらは氏名の欄ですので、数式バーにイコール氏名の M2。氏名が表示されました。文字サイズを調整しましょう。このくらいでいいですね。最終的にテキストボックスの枠線と背景色はなしにしますが、とりあえず枠線はなし、背景色に色をつけて見やすくしておきます。氏名ができましたので、次に振り仮名を作ります。今の氏名のテキストボックスをコピー。セル参照を振り仮名のセルにします。文字のサイズをボックスのサイズに合わせて小さくします。Excel は画面で見えていても印刷するとずれていることがありますので、こまめに印刷プレビューでちゃんと文字が映っているか確認しましょう。次に生年月日を表示します。こちらは年と月と日、そして年齢を出さなければなりませんが、元データには生年月日しかありません。イヤー関数などで日付型の値から年などを取り出すことができますが、テキストボックスの参照は単純なセル参照しかできず、関数を使おうとするとエラーになります。このような場合は、こちらの表示元の行の後ろに表示する値だけのセルを作って対処します。生年月日の年と月と日、年齢ですので、タイトル行を入れて、イヤー関数で年、マンス関数で月、デイ関数で日にちですね。年齢はデートディフ関数で取得することができます。関数の候補として表示されませんが、構わずイコールデートディフ。第1引数に生年月日のセル、第2引数に今日を返すとデイ関数、第3引数が年を表す y です。今回は差し込み印刷の解説ですので、デートディフ関数の解説はこのくらいにしておきますね。これでそれぞれの項目ができましたので、あとは氏名と同様にテキストボックスの参照にするだけです。次は性別を言ってみましょう。これはどちらかに丸をつけるタイプですので、今までと違う方法が必要になります。やり方はいろいろあると思いますが、今回はワードアートで全角の丸を表示するようにします。まずは生年月日と同様に、性別が男性なら丸を表示するセルと、女性なら丸を表示するセルを用意します。イコール if で、性別が男なら丸、それ以外は空文字で値なしです。丸は記号か漢数字の白丸にしてください。女性の方も同様に、性別が女なら丸、以外は空文字にします。次に、この2つを参照するワードアートを作成します。ワードアートの挿入で、一番左上のもので大丈夫です。表示されましたら、設定を2ついたします。文字の効果、変形、形状の中の四角です。これでワードアートの大きさに合わせて文字が伸び縮みするようになりました。もう一つ、影は不要ですので、文字の効果、影で、影なしです。ワードアート自体の設定は以上ですので、先ほど追加したセルを参照するようにしましょう。ワードアートを選択して、数式バーにイコールで、まずは男性の方のセル。全角の丸の文字がワードアートの変形、四角にしたことで引き伸ばされ、楕円になりました。これを実際に表示するところに合わせて、いい感じの形にしましょう。男性の方ができましたので、女性の方も作成します。男性の丸をコピー、貼り付け。今は男性のセルを参照していて、丸が表示されていますので、今のうちに位置を合わせます。男性側の丸も選択して上下中央揃えなどにしておくとぴったり合います。位置を合わせましたので参照を変えます。イコールで女性の丸のセル。今表示されているのは男性ですので、セルの値は空文字になり、結果的にワードアートも空文字が表示、つまり見えなくなりました。試しに表示元の性別を変えてみますと、ちゃんと女性側だけに丸がつきますね。普通に考えますと、この性別のところだけ別処理になりがちですが、伸び縮みするワードアートに丸を表示して楕円にしたり、空文字を表示は
結果的に非表示と同じことを利用することで、他の項目と同じ作りにすることができます。違いは、オブジェクトがテキストボックスかワードアートかだけです。残りの項目は氏名と同様なので、早送りしますね。気をつけるところとしては、住所の文字数くらいです。ある程度長い文字でも表示されるように、文字サイズを小さくしたり、折り返して2行表示されるようにしておきます。一応調べてみましたら、マンション名などを含めても50文字も表示できれば大丈夫そうです。あとこちらの金額ですが、セルの値が表示されるので、間幕切りもなくそのまま表示されていますが、参照元のセルを表示形式で間幕切りにしますと、こちらも間幕切りにすることができます。これで全項目できましたので、位置を調整していきましょう。振り仮名と氏名は書き出しが揃っていた方が良いので、両方選択して左揃え。ちなみにこちらは、この図形の書式タブの配置をクイックアクセスツールバーに入れています。生年月日は年と月と日の3項目が等間隔の方が良さそうですので、3つを選択して左右に整列。これで左右に等間隔になりましたので、背景の区切りであるスラッシュに合わせます。あとこの3項目と年齢の高さも揃えますので、シフトを押しながら年齢もクリック。4項目選択した状態で、下揃えです。テキストボックスの高さが同じなので、上揃えでも中央揃えでも大丈夫です。郵便番号、住所、電話番号も左揃えにして出だしを揃えると良さそうですね。位置も調整しましたので、テキストボックスの塗りつぶしをなしにしましょう。シフトを押しながらテキストボックスを選択していき、図形の塗りつぶしをなしです。いい感じですね。もし塗りつぶしを消したことで違和感が出るようでしたら、文字のサイズなどを調整してください。位置が決まりましたら、グループ化しておきましょう。オブジェクトは印刷すると位置がずれることがありますが、グループ化することで、ずれることをかなり防げます。どれか一つのテキストボックスを選択して、コントロールと A キーを押すと、すべて選択できます。そして右クリック、グループ化です。これで差し込み印刷としての準備は終わりましたので、あとはこちらのデータをコピーして、参照元の行に貼り付け、印刷を繰り返すだけです。手作業でやってみますと、今は1行目が表示されていますので、そのまま印刷。次に2行目を選択してコピー、参照元の行に貼り付け、印刷です。普段 VBA を使われている方であれば、これを VBA で組むのは特に問題はないと思います。こちらのデータがなくなるまでループして、その中で、現在の行の値をこちらの行にコピー、現在のシートを印刷するだけです。VBA を使える方はそれで良いのですが、VBA はまだちょっと、という方もいらっしゃいますので、この値を変えて印刷していく作業を極力簡単にするため、行の値を変える処理と印刷処理をそれぞれボタン一つでできるようにしてみます。まずはこちらのデータ行を表示用の行に次々変えていく処理です。普通に考えますと対象の行をコピーして表示用の行に貼り付けですが、手間がかかりますし、今どこの行をコピーしたかを忘れてしまいそうです。そこでオフセット関数を使ってセルの値をもとに行を特定するようにしましょう。こちらのセルに適当な数字を入れておいて、まずは社員番号です。イコールオフセット、最初の引数の参照は基準となるセルですので、自分自身のセルを指定します。次はその基準のセルから行方向にどれだけ動いたセルを参照するかですので、ここで先ほど入力したセルを指定します。セルをクリックで指定できない場合は、直接入力しましょう。この後コピーしますので、F4 キーを押して絶対参照にしておきます。次の列数は列方向の移動ですが、不要ですので0にしておきます。残りの引数は不要ですし、省略可能なので括弧を閉じてエンターです。今はこちらに5と入力されていますので、基準である自分のセルから5個下にある3が表示されています。試しにこちらを4にしますと、一つ上の社員番号2が表示されました。
これで良いので、このセルをコピーして、データと同じ範囲に貼り付けます。こちらの年月日以降は貼り付けませんので、ご注意くださいね。あと貼り付けは数式の貼り付けにします。すべて貼り付けてしまいますと、生年月日などの表示形式が変わってしまいますので、数式で貼り付けておきます。これで全項目変わるようになりました。試しにこちらの値を一つ増やしてみますと、次の行が表示されました。どの行が表示されているか見分けがつきづらいので、条件付き書式で見やすくしておきます。わかりやすいように1行目が表示されるようにしておいて、データの範囲をすべて選択、条件付き書式、新しいルール、数式を使用して、こちらの条件ですが、こちらの値が自分の行を指し示している時が条件になります。自分の行はロー関数で取得できます。このデータ1行目は、実際のワークシート上だと5行目ですので、ロー関数は5を返します。このロー関数の5と、こちらのセルの値の3が等しいと判断できれば良いので、ロー関数から2を引くか、こちらのセルの値に2を足して比較します。書式は塗りつぶしで色を指定します。隣のレイアウトに合うように、薄い緑にしておきました。これで OK を押していきますと、現在の行のデータ1行目に色がつきました。試しにこちらの値を変更しますと、その行がハイライトされるようになります。もちろん差し込み部分の値もちゃんと変わっていますね。今はこちらのセルに直接数字を入力していますが、それも大変ですので、ボタンで値が変わるようにしましょう。開発タブからですが、表示されていない場合は、タブの適当なところを右クリック。リボンのユーザー設定。こちらの右側の方で、開発にチェックをつけると、開発タブが表示されます。では開発タブから挿入ActiveXコントロールの方のスピンボタンです。適当な大きさでスピンボタンを作成します。右クリック、プロパティで設定をいくつかします。まずはこのスピンボタンをセルに対応させますので、こちらのリンクドセルにこちらのセルを指定します。クリックしての指定ができませんので、直接セル番地を入力しましょう。次に最小値を設定します。このデータ1行目より上は指定してほしくないので、データ1行目が最小になるようにしますが、こちらの値は、この基準の行から見た相対的な行数ですので、データ1行目は3行下なので、3になります。minの項目に3です。最大値はとりあえずそのままにしておきます。あともう一つ、こちらのスモールチェンジを-1にします。スピンボタンは、下矢印を押すと値が小さくなり、上矢印で大きくなりますが、今回の場合、下矢印を押したら選択が下に、つまり参照する行位置を大きくしたいので、スモールチェンジを-1にして、増減を逆になるようにします。これで設定終了ですので、プロパティのウィンドウを消して、デザインモードもオフにします。下矢印をクリックすると、1行ずつ下が選択されていき、上矢印で1行ずつ上が選択されていきます。この ActiveX のスピンボタンは、マウスでのクリックだけでなく、キーボードの十字キーでも操作できますので、下や右のキーを押すと下が選択されていき、上や左のキーを押すと上が選択されていきます。印刷部分も表示するとこんな感じです。良さそうですね。これでボタン一つで印刷する行を選択できるようになりました。次は印刷ですが、これは Excel の基本的な機能で実現できます。ファイル、オプションでオプション画面を表示。クイックアクセスツールバーを選択。こちらを基本的なコマンドにして、クイック印刷を選択。追加でクイック印刷をクイックアクセスツールバーに入れます。このクイック印刷はクリックするだけで通常使うプリンターに印刷を行うボタンになります。これで印刷もマウスの左ボタンだけで実行できるようになりました。では繰り返し印刷をしてみますと、スピンボタンでデータ先頭行を選択してクイック印刷をクリック。次のデータを選択しますが、この時フォーカスはスピンボタンに残ったままですので、
下矢印キーを押すだけで次の行が選択されます。次の行が選択されたらクイック印刷をクリック。以降も同様で下矢印とクリックだけで順次印刷がされていきます。VBA を使わずに差し込み印刷する処理としてはかなり省力化されたと思いますが、いかがでしょうか。VBA を使ってループをする場合も1行ずつコピーして貼り付けをするよりもこちらの値を1ずつ増やしていく方が簡単だと思いますので、もしよろしければお試しくださいね。さて、データが少ない場合やこれ以上複雑にしたくない場合はここまでで良いのですが、もう少しだけ手を加えてみます。今の方法は少しだけ問題になる可能性があります。VBA を使って1行ずつ印刷する場合も同様なのですが、1ページずつ印刷を実行するため、当然印刷ジョブも1個ずつになります。一人で作業する分には特に問題にはなりませんが、職場で大勢の人が同じプリンターを使う場合、自分が印刷したジョブとその次のジョブの間に、他の人の印刷が入り込んでしまうことがあります。何十枚、何百枚と印刷している中に数枚の違うページが挟まっていると探し出すのが大変ですし、それが個人情報だったり会社の機密情報だった場合、確実に取り除かないと大変なことになります。これを防ぐには、例えば20枚印刷する場合、1ページの印刷を20回するのではなく、20ページの印刷を1回や10ページの印刷を2回など、ある程度まとまったページで印刷する必要があります。1シートの中に複数ページ分のレイアウトを用意すれば、1回の印刷で複数ページ印刷できますが、今回のオブジェクトにセル参照する方法ですと、それぞれのページのオブジェクトの参照先を変えていかなければならず、結構大変です。そこで今回は、複数シートをまとめて印刷することで、1回の印刷で複数ページ印刷するようにいたします。複数シートを選択した状態で印刷をすると、各シートを1回の印刷ジョブとしてまとめて印刷することができるのです。ではシートをコピーしていきますが、各シートに印刷する行を個別に設定していき、印刷したらまた次の印刷する行を個別に設定するのは大変ですので、シートごとの個別設定をしなくても1行ずつ順番に印刷されるようにいたします。シートの内容は同じままシートごとに違う結果を返す方法はないかと調べてみましたら、シート関数というものがありました。シート関数は引数なしで入力しますと、自分のシートがファイル全体のシートの先頭から何番目かを返す関数です。例えばこのようにシート関数を引数なしで入力。今は1シートしかなく、一番左ですので1が返ってきています。このシートをコントロールキーを押しながらドラッグすることでコピーしていきますと、このようにそれぞれ違う数値が返ってきました。こちらは左から2番目のシートなので2。こちらは5番目なので5ですね。このシート関数を使えば、各シートに個別設定をすることなく、シートごとに連番を使った処理ができそうです。今回のサンプルは20件ですので、1回で5ページ印刷するのを4回やってみようと思います。こちらのセルに1を入れたら1から5ページを印刷。2を入れたら6から10ページを印刷するようにしますので、今このシートが2シート目だとしますと、このような数式になります。こちらのセルが1の時にデータの1行目、2の時にデータの6行目を参照するようにしているのですが、長い解説がさらに長くなってしまいますので、詳しい解説は省略いたしますね。ではこのシートをコピーしましょう。コピーしているだけで、次のデータが選択されていくのがわかります。これで5シートになりました。もしレイアウトの方が変わらない場合は、保存してから一度終了して、Excel を立ち上げ直してみてくださいね。確認しますと、1シート目はデータの1行目、2シート目は2行目、3から5シートもちゃんとなっていますね。先頭のシートを選択して、シフトを押しながら最後のシートを選択して、5シートを選択。これで印刷を実行すれば、1回の印刷で
5ページが印刷されます。そして次のセットを印刷するときも、この5シートが選択されたまま、こちらの値を2にすれば、選択されている全シートのこのセルの値が2になりますので、1シート目はデータ6行目、2シート目はデータ7行目と、6から10行が選択された状態になりますので、そのまま印刷。3セット目も同様に、3をセットすると、11から15行目になるので印刷。最後も4をセットして、印刷で完了です。今回はサンプルが20件でしたので、5シートにしましたが、10シートや20シートにすると、印刷を実行する回数が少なくて済みます。ただし、あまりシート数を増やしすぎますと、Excel が不安定になったり、フリーズしたりしますので、シートをたくさん増やす場合は、保存をしておくか、ファイルをコピーして、バックアップを取ってから行ってくださいね。ここまでは紙に印刷する方法として解説してきましたが、PDF として保存することもできます。やり方は簡単で、印刷の時に、プリンターを Microsoft Print to PDF にするだけです。印刷を実行すると、名前を付けて保存のダイアログが開きますので、適当に名前を入れて保存です。こうすることで、PDF ファイルとして保存ができますので、元の PDF に文字を入れて保存のようにすることができますね。だいぶ長い解説になってしまいましたが、今回のポイントをまとめますと、レイアウトとなるファイルが PDF であれ、Word であれ、手書きを写真で撮ったものであれ、画像として Excel に貼り付けてしまえば、元の状態は何でも問題ないこと。そして、その画像の上にテキストボックスなどを載せて、セルを参照するだけで、簡単に、セルの値をレイアウトに合わせて表示できることがポイントです。このような枠があると、対行や列をこの形に合わせて枠線を引いて、セルの値としてデータを表示しなければと思いがちですが、画像の上にテキストボックスを載せてしまえば、簡単に位置合わせができてしまいます。そして順番に印刷するのも、VBA を使えば一件一件印刷するのは難しくありませんし、VBA なしでも、やり方次第で、差し込み印刷の負担を少なくすることができます。もし有料ソフトを使っていたり、Word を使っての差し込み印刷が難しそうで、今まで差し込み印刷を敬遠されていましたら、今回の方法をお試しになってくださいね。それでは、長い解説でしたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価やコメント、チャンネル登録などしていただけますと、とても嬉しいです。